デザインが素晴らしいこのダイソンのランプ。最初見た時はなんじゃこりゃっていう感じでしたが、気になる期間が長くなって我慢できずに買いました。買ってしばらく経ったのでそのレビューをしていこうと思います。はい、ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございます。キーボードは文房具山カフェです。今日はですね、ダイソンのソーラーサイクル毛布というねデスクライトになります。掃除機で有名なあのダイソンが実はランプも出しているんですよね。これがね個人的にはめちゃくちゃ気に入ってるわけです。早速見ていこうと思いますけども、コメントいただけるとねめちゃくちゃ嬉しいです。それからチャンネル登録まだの人はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは行ってみましょう。このダイソンのソーラーサイクル毛布は掃除機で有名なあのダイソンが出しているランプですね。ダイソンは掃除機以外にも扇風機やドライヤーなんかも出していますが、実はライトもねいくつか出しているわけですね。で、このダイソンソーラーサイクル毛布はそのうちの一つになるわけです。発売は2020年なので、すでに5年前とちょっと古いかもしれませんが、その佇まいやね、機能性は今でも十分に通用するし、唯一無二なんじゃないかなとも思います。まずね、このデザインから見ていきましょうか。これね、もう佇まいが素晴らしいと思います。まずね、丸い台から伸びる支柱はメッシュ構造になっているわけですね。このメッシュ構造の支柱は回転するので好きな位置に調整できるんですね。で、この支柱から横にアームが伸びているわけです。アームの先端は白いプラスチックでできていて、こちらもね、角度が自由につけられるんですね。先端部分にボタン類がついています。電源オンオフや色温度調整、明るさ調整、外環境に連動するオンオフボタン、人感センサーオンオフ、明るさ自動調整オンオフ。スマホでコントロールが可能なんですね。で、このアームを折りたたむことでアンビエントモードになるわけです。カラーは2種類あって、僕はホワイトシルバーというものを使っていますが、他にはプルシアンブルリッチコッパーというものもあります。プルシアンブルリッチコッパーは結構ね渋い感じがするので、黒基調でデスク周りを揃えている人にはねなかなかいい選択なんじゃないかなと思いますね。重量は 3.5kg ということなので結構重いんですよね。ちょっとしたことではぐらつかないと思います。ただですね、設置面積がありますのでデスク上はねその場所を確保する必要があります。支柱には USB-C 端子があります。5V1.5A なので基本的にはスマホの充電に使うというような感じですかね。照明本体について見ていきましょう。色温度は2700から6500ケルビンで結構幅広いかと思います。で、機能としてですね、この外の明るさと連動するっていうのがとてもいい機能があるんですね。で、それから周囲の光の変化に合わせて明るさが自動で調整されるっていうモードもあります。それからこの光の質、LED はですね、1日8時間使用した場合で60年間持つということなので、一生ものライトという感じになりますよね。で、このライトが僕はいいなと思っているのは、アームが自由に動くんですね。デスクライト、アンビエントライト、それからスポットライト、そして間接照明みたいな感じで4つのモードみたいな感じで使えるわけですね。で、僕は基本的にはデスクライトかアンビエントライトとして使っています。で、アンビエントライトは、夜ゆったりしたい時に使うっていうそんな感じですかね。で、このアンビエントモードはですね、照明部分を本体支柱にドッキングすることで落ち着いた雰囲気の照明に早変わりします。で、この支柱にドッキングするとですね、この支柱アームから磁石でカチャっていう感じで気持ちよくね収まるわけですね。で、そうするとこの支柱のメッシュ部分から、オレンジ色の光がねほわっとした感じで光るわけですね。これはねムーディーですね。そして、スマホ連動ですね。照明設定がいろいろできます。学習用やリラックスモードとかね、それからカスタマイズしたモードを作って、それに応じたものを一発で切り替えることができるわけですね。それから時間設定で自動的に照明のオンオフができるので、留守番の時に使うには便利なかなと思います。
そして年齢を設定することで適した色温度になるというモードもあります。リラックスモードの場合に年齢を重ねた方が暖色が強くなるってことがあって面白いなと思いました。年齢に応じたね、適した色温度があるということですね。基本的に仕事している時とかはかなりね、寒色が強めの色温度に設定していますね。夜リラックスする時には暖色系に設定することはありますね。僕の使い方としては基本的には人感センサーをオンにしているので、デスクに近づくと照明が勝手にオンになるようにしています。で、これね、人の気配が5分間検知されない場合に自動で消灯するという感じですね。これがね、めちゃくちゃ便利です。で、一点、こうだったらよかったのになと思うのは、この支柱の高さ調整ですかね。モニターとこのデスクライトの位置によってはですね、モニターの高さによっては、このライト部分がモニターに被っちゃうこともあるので、これは注意が必要かなと思いました。高さ調整が欲しい場合は、ダイソンから出ているもう一個のライトを選択するっていうのも、手かもしれませんね。で、これ使っていて思うのは、やっぱりこの佇まいは唯一無二じゃないかなと思います。なかなかね、素晴らしいと思いますね。気分によってライトの場所というか、位置をね、変更して気分転換にもなるわけです。で、価格はですね、正直、ダイソン製品共通に言える、ダイソンっていうブランドと、それからデザイン性から正直ね、高いなと思います。もう高いですね。誰にでも勧められるわけじゃないかと思いますね。で、デザイン性がいいとか悪いとかっていうのは結構ね、主観的なものがあるので、なんとも言えないですけど、個人的にはね、大変気に入っているわけですね。で、こういったね、デスクのライトというと、いわゆるモニターの上に置くタイプのライトっていうのは、明るさの照らし方が違うので、どっちがいいとかっていう感じじゃないんですけども、個人的には、このダイソンの方が好きですね。で、現状、僕のこのデスクトップ環境だと、このモニターの上にウェブ会議用のカメラを置いているので、角度や高さ的には、ちょっとね、モニターライトっていうのをつけにくい。つけちゃうと、ちょっとカメラの位置関係が難しくなっちゃうなと思っていて、今のこの配置がすごくしっくりきてるわけですね。で、このダイソンのライトは、アームをね、折りたたんだり伸ばしたりで好きな位置に調整できるのがとってもいいです。手元だけを照らすというよりは、手元あたりを照らすみたいな感じで使うにはめちゃくちゃいいですね。それから、読書をするときはですね、真上から照らすことで影ができにくくなるので、本を読みやすくなってるんじゃないかなと思います。で、最近年齢とともに視力が落ちてきててですね、本を読むっていう行為がめちゃくちゃ鬱陶しく感じてるんですけども、この明るさっていうのは読みやすさにも結構直結してるなと思ってますので、このライトを導入してよかったなと思ってます。今のところですね、買ったよかったなと思っている照明で末永く使うことができそうです。ということで次の動画でお会いしましょう。さよなら。